はい、こんにちは。ヴィライフのマリコです。今日は自律神経を整えるヨガを行っていきます。今のご自身の状態と丁寧に向き合いながら心と体をねぎらい癒していきましょう。リラックスした呼吸とともにぜひ一緒に行ってみてください。はい、それでは始めましょう。マットの上に正座の姿勢で座り、上体を前に倒します。手は下にだらんと下げるか、前に伸ばすか、居心地のいいところへと下ろしましょう。目を閉じながら呼吸を感じていきます。内側へと意識を向けやすくしていきましょう。一つ一つ丁寧な呼吸を味わっていきます。もう一度大きく息を吸い、ゆっくりと息を吐いて、手を膝の近くについたら、頭を最後に背中を丸めながら上体を起こします。息を吸って両手を前から上に持ち上げて長い伸びをしましょう。両手を上で指を絡め、そのまま頭の後ろに運びます。その手の中に頭をもたれかからせるようにくつろがせ、胸の真ん中広がりを感じましょう。吐きながらうなずき、首の後ろ側心地よい伸びを感じます。ゆっくり吸いながら頭を後ろにもたれかからせて、心地よく胸の真ん中や喉の前側にも広がりを感じます。吐きながらうなずいて、肘もリラックスを下ろして首の後ろ側に伸びを感じ、うなずいたままそのまま首を左側向けたり右側向けたり揺らぎながら、首の斜め後ろ側心地よいところストレッチ加えていきましょう。切りのいいところでゆっくりと頭を起こして手を広げます。お尻を右側に下ろしてつま先を左側にずらして横座っていきましょう。体勢整ったら吸う呼吸で右手上、吐きながら左側へそっと傾けて、右側に大きな広がり伸びを感じます。上の手を体の前からぐるっと大きな円を描くように動かしていきましょう。ご自身の心地よいペースで大丈夫です。肩周りも刺激を加えて血行を促進させやすくしていきます。そのまま上でストップさせ、右の体側に気持ちのいい伸びを感じ、上体を起こしたら右手を後ろについて骨盤持ち上げます。左手頭上へ。さあ、体の前側広がりを感じましょう。ゆっくりとお尻を下ろしてきます。左の足をぐるっと前に膝を立て、右の膝を中心へと引き寄せます。組めれば左の足をももの外側へ、右の手で膝を抱えて背骨長く、そのまま左側へツイスト。さあ、長い背骨を感じます。背骨と背骨との間、隙間一つ一つに神聖な酸素を送るようなイメージで背骨を刺激してあげましょう。自律神経のバランスが整えられやすくなります。柔らかくゆったりとした呼吸です。
それでは中心へと戻して、足をさらに深く組んでいきます。一度お尻を持ち上げてもいいので、膝を一つに重ね合わせましょう。きつい方は上の足をずらしてください。吸って両手を胸の前から大きく広げて、吐きながら右腕を上にして腕をクロス、自分をぎゅーっと優しく抱きしめてあげましょう。首頭もリラックスさせて、さあご自身の温かいぬくもり感じられるでしょうか。ゆっくりと上体を起こして、腕をそのまま上にスルスルっと持ち上げていきます。手のひらを合わせて一度背骨を整えていきましょう。吐いて腕をそっと横から広げ下ろしていきます。さあそのままゆっくり前に上体を脱力していきましょう。さあ腰背面の力をリラックスして、吐く呼吸とともに余分な力、緊張感を抜いていきます。さあ自然とお尻に気持ちのいい伸びを感じていきましょう。それではゆっくりと上体を起こしていきます。上の足からゆっくり足を前にほどいて伸ばしていきましょう。一度足をねリラックスします。膝パタパタしたり、つま先中外中外したり、自由に動かしてください。さあ反対側いきます。今度お尻を左側、つま先右側に出して横座っていきます。体勢整ったら吸う呼吸で左手を上に伸ばして、吐きながら右側に優しくなびいていきましょう。さあ左側が心地よく伸ばされていきます。そのまま上の手を下垂らしてぐるっと大きな円を描いていきましょう。さあ肩周りも動かして肩こりの解消に効果的です。キリのいいところで上の手をストップさせて、さらに左側肋骨に呼吸を送り届けるようなイメージで呼吸筋をストレッチしていきます。状態を戻していきましょう。そのまま左の手を後ろをついて骨盤持ち上げます。右の手はぐっと気持ちのいいところ、目線は上か下どちらでも心地よいところへ、体の前側広がり感じます。吐きながらゆっくりとお尻を下ろしていきましょう。右の足をぐるっと前膝を立て、左の膝は中心へと引き寄せます。組めれば右の足をももの外側、左の手で膝を抱えて胸に引き寄せつつ、そのまま背骨長いまま右へとツイスト。さあお腹にもいっぱい吸う呼吸で酸素を送り届け、吐く呼吸で膨らんだお腹が自然としぼんでいきます。ご自身の呼吸とともに内臓機能を高め、内臓も癒してあげましょう。はい、それではゆっくりセンターに戻り、膝を一つに重ね合わせて座らせます。さあ両手を胸の前から大きく広げて、いっぱい息を吸って、左の腕を上に重ねて肘を一つ、そのまま後ろ側に手を回し、ぎゅっと自分を優しく抱きしめてホールドします。
しばらくそこにいましょう。ゆっくり上体を起こしたら、スルスルと腕を上に運び、手を合わせます。長い背骨を感じて、気持ちよく伸びも感じます。吐きながら腕を外広げて下ろし、上体を前に傾けていきましょう。さあ、吐く呼吸でリラックス、力を抜いていきます。さあ、お尻に神聖な酸素を送り届けて、お尻のコリや緊張感をほぐしていきます。腰回りも自然と力が緩んで、腰痛の緩和や座骨神経痛の緩和にも効果的なポーズです。ゆっくりと上体を起こしていきましょう。上の足から足を外し、一度足をリラックスして、ゆっくり仰向けに寝転がっていきます。両膝を左右に広げて倒し、足の裏小指側を合わせるように仰向けの合席です。少し膝ゆらゆらしながら股関節をリラックスさせ、両手心地のいいところに運びましょう。頭の後ろでもいいし、お腹の上でも下に下げたままでも、手は居心地のいいところに、そのまま呼吸を感じます。目を閉じながらでも構いません。のんびりとくつろぎながら、ゆったりとした空間に身を置いていきます。それではゆっくりシャバサナの準備に入りましょう。手を上げている方は下ろして、足も楽に伸ばし、首心地よければ左右に揺らして、頭の重さや丸みを感じ、首や頭の力を抜きます。さあ、両腕両足リラックスさせていきましょう。目を閉じて、目の周りの力も抜けているでしょうか。広大な大地へのんびりと体を委ねます。呼吸に身を委ねて、心地よい空間に身を委ねます。日常の慌ただしさから離れ、意識的に何もしない時間を作りましょう。広い空をぼんやりと眺めるように、脳と心と体を休ませてあげます。いい時もそうでない時も、あなたはあなたのままで大丈夫です。
穏やかな呼吸が流れています。心にゆとりができ、温かく優しいエネルギーに包まれています。もう一度大きく息を吸って、ゆっくりと息を吐きましょう。手先足先を少し動かし、体の感覚を徐々に戻して、最後息を吸って両手を上に伸ばし、ぐーっと一伸びして、吐きながらゆったりと腕を下ろして終わりにしましょう。